はい、皆さんこんにちは。おはようございます。そしてこんばんは。宮城県で弓を引いている47歳のおっさんです。皆さんお元気でしたでしょうか？今日の動画を撮った日付なんですけれども、12月5日の夕方でございます。道場内の気温はだいたい5度前後でございますね。すごく寒いです。こんな寒いのにね、おっさん髪を切りました。髪を切ったんですけれども、気分転換とあと髪を払う、癖がございましてね、これ良くないなっていうことで、切りました。それでね、切っちゃったらね、こう白髪がすごく目立ちましてね、なんかいかついおっさんみたいになってしまいました。道場内にね、いつも練習しに来る人たちもおってこうね、そんな感じでございました。なんかちょっと恥ずかしいですね。これもね慣れなんでしょうけれどもね、この、しばらくこの髪型で、頑張っていきたいと思います。髪型はいいとしてね、で今日おっさんなんですけれども、使っている弓と矢は、竹弓と竹矢でございます。まず弓の紹介ですね。この弓は、銘柄は銀水っていうものです。中にカーボンが、入っている、弓でございます。で、2寸伸びで20キロという弓なんですけれども、私の引き尺ですね、98センチくらいなんですよ。でこの引き尺で、計測したところですね、22.5 キロという張力計でのね、そういうものが分かりました。それでね、なんでこんな弓をね引いてるのって、いつもよりも5キロちょっとね重たい弓なんですけれども、前回ね、動画の中で、紹介させていただいた通りね、貝を、楽に持てる、練習方法っていうのに、関係しているんでございますよ。で今、私が普段使っている弓っていうのは、直進3バンブの4寸伸びの17キロ、ね、私の引き尺でちょうど17キロくらいでございます。そこから、5.5 キロぐらい重いんですね。この弓はね。で、それを使ってトレーニングすることで、普段使っている弓がものすごくね、こう軽く感じる。それがまず第一の、理由、トレーニングの理由というのと、そのね、ただ楽に、持てるんではなくて、ですね、強い弓を使って貝を、保つっていうのはね非常に難しいんでございますよ。なぜかっていうと腕力で引いてるとね、どうしてもこう体の前にこう戻ってきてしまうもんですから、体を上手に開いたりしてね、あと肘の位置、ユンデの肘位置、ネタの肘位置をピタリってこう合わせないとなかなか離れまでねつなげるのが困難な状況なんでございますよ。でそういったトレーニング方法もあるよっていうことで、今回、この強い弓ですね使っての練習を取り上げて、動画に撮影してみました。ただこれで、このトレーニングするときに気をつけていただきたいのがやっぱり強い弓なので怪我ですね。怪我などに非常に注意していただきたいっていうことですね。でこの強い弓を引く前にね、抑えていかなきゃならないポイントとか練習していただきたいところとか、この、動画の最中に、練習方法をご紹介したいと思います。まずいきなりやるっていうのもなかなか難しいし危険なので、一つ、そちらの方ですねやり方っていうのもございますので、準備の体操ですね、体操方法みたいなものを、これからご紹介させていただきます。とりあえずね最初ね、
うやって一手、しっかり引いてですね、この後に、ご紹介させていただきたいと思います。おっさんのね賭けがやっぱり三つ読みなので、なかなか、こういう強い弓を引くっていうのは結構怖いんですよねおっさんもねなかなかビクビクしながら、この業者に挑んで、頑張っております。それではこの後ですね、この手の運動ですねご紹介に移りたいと思います。はい、ここですね、手の運動ですね。こうやって壁にね、左腕です。左腕壁にねこう手当てて、この位置で手当てて、こう内側に捻転ですね、こういう運動ですね。入れたり、緩めたり、入れたり緩めたりで入れて、しばらくこうやって何秒間か、預けてですね、でそれで、今度はですね腕から手離して同じようにこうできるかどうかですね。この時拳は強く握らないようにお願いしますね。肘の、この動きですね、捻転の動き、ここを重点的に練習してください。なんでねこれが大事になってくるかっていうのは、弓をね、引く時にその弓の吸力ですね、吸力を感じるその弓手のこの大事な土台になる部分ですね。でここの部分は、虎の口でね弓を受けているんですけれども、その力をできるだけ肘に乗せるっていうのが大事になってくるからと私は考えるからなんです。今ねこう肩から、ちょうどね肩根のところにカメラをこう設置してですね、設置してっていうか構えて、でこうやってね練習してます。手首を下にやったり、ねじってね、で元に戻してみたり、もう一回こうね下にして、もう一回こうねじって、下にしてねじって、でこれを元に戻す。そして虎の口を開いてみたりね、こういった感じの練習ですね。はい、次はですねこうバトンのようなものね、おさん今手に持っているものは懐中電灯なんですけれども、こういった筒状のものを持ってね、でこれで、下に向けたり上に向けたり、こういった弓手の運動ですね。で手首も自由が利くようにできるだけ力まないように、こうやって上下にして手首をいろいろねいろんな角度にこうグッとやってみたりですね、こういうのを練習してみてください。そしてこれ横から見たところですね。この練習が終わった後に、手の内をあまりこう動かさないようにしてね、角度を動かさないようにして肘を捻転させてみる。キュッキュッ肘を入れてみる、こういった練習も、取り入れていただけるといいと思うんですよ。これをね何回も、やることでね、この弓手の左腕のこの使い方ですね、器用になってきますよ。はい、今度はですね、違う角度から見た先ほどと同じことでございます。こういったね懐中電灯、バトンのようなものを持って下に上に下に上にでございます、この手の甲の部分ですね、上腕の部分、ここの部分の器用さで上げる練習ですね。でこの時はできるだけ肘を動かさないように、こういう練習をしてみてください。はい、次は目手ですね。これゴム弓引いてます。今この状態だとひねりが強く、入っている状況でございます。これはね弓を持っている時はできない動作になりますので、あまりこういうことはしない方がいいよっていう見本です。次は平付けですね。平付けね、よく聞くでしょうの時はこんな感じになってますよっていうことでございますね。はい、こんな感じですね。でその次がねよくやる初心者さんが多いかな、こう手首がね上に返っちゃうのね、こういうにギューってね。で、私今無理やり肘下げてますけど、これ肘が上がっちゃう人が多いですね、こういう目手の使い方するとね。で
最終的には、理想的じゃないかなと私が思う、ひねりのかけ方ですね。こんな感じですね。これだと無理なく横にスタンと切れます。はい。ご参考までに、見ていてくださいね。次はですね、後ろから見たね、メテ線の引き取り線の、練習ですね。ただね、これ自分で見れないから、動画撮ってみるなり、ちょっとね、逆の物見入れて鏡使ってやってみるとか、そういったことをやっていただければいいかなと思います。でね、おっさんよく見ててくださいね。ここからね、肘をね、詰め合うときに、前の方に少しずつね、こうずらして、これで詰め合ってるんですよ。で、いいところでパンと離してるのね。これがいいか悪いかは賛否両論ありますよ。引き込むときはね、背中使った方が楽なんだけれども、離れるときは肘が、胸の横にあった方が、間違いなく、切れやすいと、そういったことでございます。ここでね、今ね、角度変えてゴム弓やってますけれども、こう肘よーく見てくださいね。動かないと思うんです。はい。こんな感じですね。もっと大離れだともっといいですね。ちょっとね、おっさんね、カメラ目線になっちゃったんで、ちょっと気持ち悪くて目にモザイク入れました。もっと気持ち悪くなったかもしれません。ごめんなさい。で、ここで、ユンデのね、肘使い、あと、片根使いですね。この辺あたりをちょっと見ててくださいね。こんな感じです。ね、ブレが少ないでしょ。こんな感じでなるように練習していただければいいのかなと思います。ね、これちょっと後ろから見たちょっと情報からですね、今度やってます。これでね、おっさんのこう引き取り線と詰め合ってるのがわかると思います。ここから詰め合いに入ります。はい、詰め合いました。ここから伸び合い入ります。そして離れっていう感じですね。こんな感じでおっさんはやっております。で、これが、ちょっと斜めからですね、情報斜めから、移した感じですね。で、ユンデのね、この肘をずっと押していくんですよ。虎の口で受けて、肘で受けて、この肘をずっと伸ばしていく。で、ぶれないように離れを出す。まっすぐ出す。こんな感じでございます。はい。そしてね、おっさんね、ついに脱いでしまいました。で、背中だけね。で、こうやってね、肩甲骨ですね。ここの部分の運動ですね。これね、四十肩とか五十肩とか、この肩の炎症ですね、の予防にもなるんで、ぜひ皆さんやってください。このね、肩甲骨をこう剥がすっていうんですかね、こう自由に動かせることっていうのは、弓道においてかなりアドバンテージになっていると思います。今ね、こう赤丸で来て、囲んだところね、ここ見てくださいね。今、この肩甲骨、こうポコポコって2個あるでしょ、コブのようなもの。これ肩甲骨の下の部分になります。これ広がってる状態ですね。で、これが、肩甲骨を寄せた状態ですね。肩根をぐっと下げて寄せた状態がこの状態です。ここから横にぐっと動いたでしょ。この時に、二の腕の動き見ててくださいね。ぐーっと伸びるでしょ。これ左右両方伸びていくんですよ。これが伸び合いの力として利用できるのではないかなって自分では思っております。これなかなかね、ちょっと難しいし、どうなのかなっていうのもあるんですけどね。おっさんなんか腹の脂肪が横に飛び出てだらしないですね。もうちょっとダイエットします。どうですかね。いろいろね、解説というか練習方法ですよね。ユンデの使い方、肘の使い方、あとはその片根の使い方ですね。もちろんこのことは、胴作りですね。ここをしっかりマスターするというか、一生懸命頑張ってね、胴作りもぶれない胴作りをって皆さん頑張っていらっしゃると思います。おのおののきちっとした胴作りを決めた上でね、それが前提条件になって、その状態であるその腕の運び方、肘の使い方、片根の使い方でございます。もちろんね、肩甲骨を動かす以上ね、
胸の張りっていうのも必要なんでございますよ。でおっさんね、やっぱ日々考えるですけれども、胸をねやっぱこう開くっていうのはどうもこう体の前の筋肉というよりもこう後ろ側の、骨格を支えてる筋肉、ここの辺が重要になってくるのかなっていうふうに、思えてきております。皆様方ね、いろんな感じ方があると思うので、それはそれでね非常に結構なことなんでございますけれども、私はそのように感じておりますということでございます。はい、ここからはいつもの業者の、練習風景ですね。おっさん頑張ってますよ。22.5 キロでございますよ。三つ指でね暴発の恐怖と戦いながら、あとはねいつも通りもたれと戦いながらでございますよ。結構大変ですよ。大変なんですけれども、こういう強弓を使うね練習方法ですね。これにメリットがありましてね、最大のメリットですね。もちろんデメリットもございます。先にメリットの方ですね。強弓を引いた後にね、直後に自分のその普段使っている、弓に戻した時に、その普段使っている弓が非常に軽く感じられると思います。で、最初のうちはね、それがなんでなのかっていうのはもちろんね、ショック療法的なものもございますよ。でもこれをね、続けていくと、この練習を続けていくと、回を落ち着いてね、楽に保てるっていうことが可能になるんですよ。継続は力なりでございます。ね、皆さんも頑張って取り組まれていただけると嬉しく思います。そしてね、やっぱりね、メリットだけじゃなくてデメリットもございます。デメリットはね、最大のデメリットは怪我なんです。やっぱりね、強い負荷を関節にかけるということは、やっぱそれなりのね、負担を迫られるわけでございます。その結果ね、肘を痛めてしまった、肩を痛めてしまったということがあるかもわかりません。ですので、事前のですねトレーニングですね、練習、非常に地味なんですけれども、一番最初にね説明しましたこう肘入れの練習ですね。そしてゴム弓を使ったね引き取り線、詰め合いの練習、そして、肩甲骨に至ってはストレッチ的なものですね。こういったものを、取り組んでから行うように、皆さん、気をつけてくださいね。怪我をしてしまって弓を引けなくなってしまったら、皆さんの楽しみが減ってしまうわけでございますよ。ね、大好きな弓を、練習したいがために怪我しちゃったら大変でしょ。ね。だから事前によくストレッチして、自分に合ったね練習方法でいいと思います。ね、今回ご紹介したのは一つの取り組みの例でございます。私は5キロぐらいちょっと強い弓をね使って練習をしておりますけれども、これをね、2キロとかね1キロ重いやつでも構わないと思います。できるところから、コツコツと丁寧にを志していただければ、より良い練習になるんじゃないかなと思います。一緒に頑張ってまいりましょう。そしておっさんの方なんですけれども、やっとですね強い弓に慣れてきて、離れも、安全に出すことができるようになってきて、的中の方もするようになってきた、そんな感じですね。この日はね、20射の、竹矢での練習だったんですけれども、20射4本抜きかな、4本抜きして、上がるっていう感じですね。この後ね、いつもの、グラス弓に戻してね、弓引いてみたんですけれども、やっぱりすごくこう軽く感じましたね。こんなんで届くのかなっていう風に感じましたけれども、離れを出してみたらねいつも通りですよ。なんなら
いつもよりもこう鋭くね矢が飛んでいった、そんな感じがいたします。本当この辺は不思議ですよね。やっぱりね強い弓を引くことによって、力みっていうのはねすっかり跳ね返されてしまうので、抜かなきゃならないですよね。強い弓を引くときはねよっぽど。でそれを自分の弓に、こう帰った時にねいつも使ってる弓に戻した時に、その時だけでも、そのような射、ね、理想的な射に少しね近づけた射ができたのかなと、非常に回が楽で離れも軽やかだった、そんな記憶が残っております。これをね何度も何度も、こう継続してね、できればね私のねこのもたれの解決にもね役立てたいと思います。まだ全然できませんけど皆さん一緒に頑張ってまいりましょうね。はい、ここまで動画を見ていただき大変ありがとうございます。もしよろしければ、高評価ですね、それとまだの方はチャンネル登録などしていただけるとありがたく、思います。引き続きコメントもお待ちしております。どんどん書き込んでくださいね。それでは皆さん今回の動画を見てくれてありがとう。では次の動画まで皆さんお元気で。じゃあね。